はいどうも、ゆうちチャンネルです。今回はレクサス社の中でも1位、2位を争うであろう人気モデルでもあるレクサス NX とレクサス RX。この2つのモデルの一体どっちを買った方がいいんだろうと。どっちがおすすめなのと。NX と RX を比較する上で一体何を重視して購入検討したらいいんだと。そう悩んでいる方に向けた参考動画となってます。ぜひこれからお話しする内容も購入検討する際には参考にしていただいて、そしてしっかり試乗もしていただいた上で買って後悔しない最高のレクサスカーライフを楽しんでいただければなと思います。それでは早速ですが NX と RX 購入判断のポイント10選やっていきたいと思います。まず1つ目の判断ポイントなんですが、購入予算となります。当然っちゃ当然ですよね。ご自身が考えて見える購入予算は一体いくらまでなら出せるのか。まずはここを決めることが大事になってきます。そもそも購入予算を300万ぐらいで考えてるってなると、後々痛い目を見ることになりますからね。ただ300万円の予算であっても、レクサスを購入する方法っていうのはもう全然あります。残クレですとか銀行ローンなどを使えば、頭金が300万円でも月々4万円ほどでレクサスに乗ることも可能です。とは言っても NX の車両本体価格幅は485万円から上だと772万円と、選ぶパワトレとかグレードによって安価なグレードから高額なグレードと価格幅が結構あります。RX もその点では同様で、車両本体価格666万円からスタートして、ハイエンドモデルだと900万以上の価格帯となってきます。価格帯だけで見ると NX の方が購入しやすい価格となっていまして、エントリーグレードとしても十分お勧めできます。ですので、まずはご自身が払えるおおよその予算を決める必要があるかと思います。2つ目は、純粋なガソリンモデルを選ぶのかどうするのかということです。NX だけは250という 2.5 リッターのガソリンモデルが存在するんですが、RX にはありません。他のパワートレに関しては NX も RX も同じ型式のエンジン積んでますので、どちらのモデルを選んだとしてもご自分の好みのパワートレを選ぶことができます。ですので、予算の兼ね合いでどうしてもガソリンモデルしか購入できない、そういうことであれば、もう NX250 の中からしか選べないということになります。3つ目は、運転される方はご自身だけなのか、それとも家族や他の方も運転されるのかどうかということです。ここは結構重要な部分かと思います。RX は全長が 4.9 メートル、全幅も 1920 ミリとかなり大きな車両サイズとなってきます。ですので自分だけ運転するならまだしも、奥様ですとかご家族の方が運転するってなってくると、かなり運転に気を使うことになると思います。最悪の場合ですね、こんな大きい車もう運転したくないとかですね、言われるかもしれないですし、もっと言うとですね、どこかに擦ってくることだって全然ありえます。その点 NX は全長 4.6 メートル、全幅も1865ミリと、都市部や普段使いの場面ではかなり運転しやすいサイズ感となっています。そこまで車体の大きさを気にすることなく取り回すことができる、絶妙なサイズ感なのも大きな魅力の一つです。ちなみに両車両ともに全幅が 1850 ミリを超えていますので、一般的なマンションのパレットサイズには収まらないサイズ感となっていますので、どちらの車両であってもご自身の駐車スペースにちゃんと止められるのかどうなのかと、そういった部分の確認は必要かと思います。勢いで購入してしまって後々うわやってもうたと後悔しないためにも、運転者の環境や保管スペースの状況は事前に精査しておく必要があるのかなと思います。4つ目は、主な使用用途は通勤なのかレジャーなのか、はたまた都市部在住の方なのか郊外在住の方なのかということです。ここも購入検討する上では外せないマストポイントとなってきます。主に使用用途が通勤ですとか日常的な利用が中心、かつ都市部での移動が多い場合には NX の方が使い勝手がいいと感じるかと思います。
一方 RX はその大きな車格があるがゆえに、日常使いや都市部での運転では気を使う場面が多くなると思います。しかし、地方在住の方ですとか、そこまでね、移動するときに狭い道とか入り組んだ道を基本は通らないよっていう方とか、あとキャンプとかアウトドア、レジャーでの使用を考えて見える方にとっては、RX の車体の大きさっていうのはそこまでデメリットと感じない方もいるでしょうし、荷室スペースも RX の方が大きくて使い勝手もいいなと感じるのかなと思います。ですので、ご自身の使用用途と使用する環境、あとライフスタイルに合わせてどちらの車両の方が使い勝手がいいのか、再度考えてみるといいかもしれません。5つ目は、日常の運転をアクティブに楽しみたいのか、それともリラックスして快適な移動を目的とするのかということです。NX はもともとスポーティーな走行性能を重視したセッティングとなっている車両かと思います。ハンドリング性能に優れてて、タイトなコーナーですとか、市街地での運転ではとてもスムーズに運転できます。RX ほどの、乗り心地の部分での柔らかさとかですね、高い静粛性の部分っていうところでは、若干劣ってはしまいますが、運転者が道路の状況を直感的にね、感じ取れるセッティングとなってまして、日常の運転でもアクティブなドライビング体験を求める人に向いていると感じます。RX に比べて車両重量も軽いので、出足の軽快感ですとか、よりね、キビキビとした走行フィールを感じることができるのかなと思います。一方、RX はラグジュアリー SUV として高い静粛性と快適性を追求した車種かと思います。特に乗り心地の部分においては NX よりも柔らかく、よりしっとりと上質な乗り心地を味わうことができます。またですね、車内の遮音性が高くて、外部の騒音ですとかエンジン音がほとんど気になりませんので、長距離ドライブであってもストレスを感じることなく移動できるのが魅力の一つかと思います。日常使いでより軽快感あるアクティブな運転を楽しみたい方は NX の方が向いているかと思います。RX はどちらかというと、ゆったり快適な移動を目的とする方に向いている車種だと思います。もちろんですね、走りを楽しみたいよっていう方は、よりスポーティーにね、振ったターボモデルのラインナップもありますので、そちらを選ばれることをお勧めします。もっともっとよりスポーティーな運転が日常でも俺は楽しみたいんだっていう方は、NX のターボモデルが私としてはおすすめです。6つ目は、移動は常に大人3名以上を想定しているのかどうかということです。普段使いの場面で後席に乗員を乗せて移動する際ですね、お子様や一般的な体格の方であれば NX でも特に問題となることはないかなと思います。身長175センチの中肉中背のゴリラ体型の私が座ったとしても、後席膝前空間は拳約 1.5 個分ぐらいのゆとりがありますからね。しかし、大人4名がゆったりと快適にくつろげるかと言われると、NX ではね、ちょっと少し物足りないなと感じる部分も正直あります。その点、RX では後席足元空間も NX よりもさらにゆとりがありますし、オプションを装備すればベンチレーションも完備されます。あと、シート調節も NX は手動なんですが、RX では電動シートとなります。室内幅も約10センチ RX の方が幅広ですので、座った時にですね、かなりね、ゆったりとした空間だなと感じるはずです。また RX では、そのゆとりある室内空間と広大なラゲッジスペースがあることで、大人4人で長距離旅行に出かけたとしても、ゆったりね、快適に移動できますし、荷物の量を気にせずにね、出かけることができるのかなと思います。ですので、普段の出かける際の乗員人数ですとか体格、ライフスタイルによってどちらを選ぶべきなのか、こちらも検討した方がいいのかなと思います。7つ目は、燃費や維持費を気にするのかどうかということです。NX と RX では、カタログ値燃費だけを比較すると、どちらもそこまでね、大差ない数字とはなっています。しかし、実際に使用すると、やはり NX の方が車両重量も軽いので、燃費性能は NX に軍配が上がってきます。またですね、維持費に関しても NX の方が一回りコンパクトな車両サイズとなってますので、タイヤサイズも20インチです。
RX の21インチと比較すると、整備費用にかかるお金は RX の方が高くなると思われます。長期間の維持コスト、経済性を重視するのであれば、断然 NX の方が維持コストが低くなるかなと思います。8つ目は、リセール重視で購入するのかどうなのかということです。リセールは車を購入する際の重要な判断材料の一つかと思います。車も一つの資産です。大幅に値下がりする車を購入してしまうっていうことは、資産を無駄に減らしてしまっていると同義かと思います。実際 NX も RX もリセールバリューはもうめちゃくちゃいいんですけど、私としては NX と RX ではそれぞれに特徴があると感じてます。まず NX はコンパクト SUV として中古市場でも人気が高いですし、リセールバリューにおいても高値で安定して推移している印象があります。特にハイブリッドモデルですとか F スポーツモデルの人気が高くて、他の SUV 勢と比較しても高い水準に位置してて、安定的に高リセールが期待できる車種かと思います。一方 RX は発売当初から築いてきた高級 SUV としてのステータスがリセールバリューをさらに後押ししているなと感じます。特にフラッグシップモデルとしての認知度が高いので、一定の需要が継続して存在していると感じます。ハイブリッドモデルも人気だと思うんですが、充実した装備を備えた上位グレードですとかガソリンターボモデルは世界的に見ても需要が高くって、海外では高値で取引されています。そのため中古市場においても人気が高く、NX よりもさらに高い価格で取引されるケースが多いと思われます。しかし、リセール価格は車種だけではなくって、そのパワトレに大きく左右されますので、NX や RX を購入する際はですね、高リセールを狙うのであれば、NX も RX もガソリンモデル、そして F スポーツモデルを購入するのが鉄板となっています。というのも、特にガソリンモデルは円安の影響もあって海外での需要が高い傾向にあるからなんです。どちらのモデルもリセール自体は高い車両ですので、より高リセールを狙うっていうのであれば RX の方が若干上かなと思います。9つ目は自分がより高級志向なのか、そしてこだわりが強いのかどうなのかということです。やはり RX の方がネームバリュー的にも世界的に見てもその認知度は高いですし、価格もそれなりに高額となっています。また RX はその大きな車格と見た目から来る迫力もあって、所有満足度も高くてですね、静粛性も高いです。内装の質感も NX より上質なものとなっているなと感じます。ただ、2021年のフルモデルチェンジを機に NX も高級 SUV としての確固たる風格を感じるようになりましたし、現行の RX と比較してもそこまで大きな差を感じにくくなってるっていうのも事実ですので、特にこだわりがないよって方はもう NX でもね、十二分に満足できるかと思います。そして最後になりましたが、10個目なんですが、私的にこれがね、もうほんと最も重要なんじゃないかなと思います。それは、ご自分がどちらの外装、内装の方が好きなのかということです。NX と RX では、細かな部分で内外装のデザインに大きな違いが見られます。せっかく何百万も払ってレクサス車を購入するわけですので、最終的には自分の好みの車を買った方がいいんじゃないかなと思います。これまでに私なりに9つの判断基準をお伝えしてきたわけなんですが、最終的にはこの車欲しい、めちゃくちゃかっこいいじゃん、うわ乗りたい、こういう風にね、直感で思った車を買うことを私としてはお勧めします。私的には内装の質感も重要ではあるんですが、NX と RX では内装のデザイン自体にめっちゃくちゃな違いはありません。装備面においても共通する部分が多い車種ですので、個人的にはどっちの外観がより好みなのかで最終的に決断した方がいいんじゃないかなと思います。ご自身でね、想像してみてください。ご自分の駐車場にどっちの車が止まってた方がテンション上がりますか？もうパッと見たとき、どっちがね、自分の胸に心に刺さりますかね？もうね、その直感に従っちゃっていいと思うんですよ。
おそらくね、それが正解なんだと思います。ということで、今回は NX と RX どちらを買うべきか、その判断基準10選をお伝えさせていただきましたが、いかがだったでしょうか？結論ですね、どちらも最高な車っていうのは変わりないんですよね。あとは皆さん個人個人がどこにね、重きを置いて購入するのか、それ次第っていうことになります。NX に関して言えば、私も実際購入してもう1年以上が経過してるんですが、マジでね、買って後悔してない車です。もうかっこいいですし、キビキビした走りがね、日常的に楽しめます。で、誰でもね、運転しやすいサイズ感です。うちの奥さんであっても特に取り回しに困ってる感じは全然ないです。そして、ハイブリッド燃費めちゃくちゃいいです。日常使いなら文句なしの1台かと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。今後も当チャンネル独自の視点から様々なレクサス関連動画毎週配信予定しております。レクサス好きの方はぜひチャンネル登録お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。